どうも、健太です。今回は僕の教養学部時代の時間割後編をお届けします。東大健太チャンネル。先日公開した動画で僕の学部1年生の時の時間割をご紹介しました。まだ見ていない方はそちらもぜひご覧ください。さて、今回は僕の2年次の時間割をご紹介していこうと思います。先日の1年生の時間割は必修のコマが多くて、言うてそんなに面白い科目があったわけではないのですが、2年生では必修の科目がだいぶ減ったので、僕自身の興味関心に沿っていろいろな授業を取ってきました。今回はそんな他の人があまり取ってこなかった授業をご紹介できると思います。それではやっていきましょう。まずは 2S セメスター。セメスターに関する説明は前回の動画をご覧ください。こちらが 2S1 タームの僕の時間割です。使っている時間割アプリを変えてみました。コマの色は前回と同じで、黄色は必修科目、オレンジは選択科目、緑は再履修。これは僕が1年生の時に単位を落としてしまった必修科目を2年生になって改めて取り直したものです。青は履修はしていないけど授業には行っていたという科目です。これはいわゆる潜りと呼ばれるやつで、僕は取得単位数には結構余裕があったので、興味はあるけどレポートとか試験とかめんどくせえなぁと思っていた科目は、その履修はせずに授業だけ聞きに行くというスタイルで授業に参加していました。青で示されていた科目はそういった潜りの科目です。結構1年生の時に比べて自由な時間が増えた分、時間割にも個人差が出ていると思います。特に文系だと必修な科目が2年生では完全になくなるので、2S セメスターでは完全に授業がないという人もいるようです。そういう人はどうしているかというと、毎日いろんなことをして遊んだり、志が高い人は短期留学なんてのも行ったり、バイトに精を出したりと、人それぞれ思い思いに時間を使っているようです。僕はいろいろな授業に興味があったので、大学の授業にいろいろ取り組んでおりました。その中でもね、1限は朝8時半からとかなり朝早くて行くのが大変だったのでなしにしており、また全休といって一コマも授業がない曜日を一つ作りたかったので、それを僕は水曜日に当てていました。大学生って授業は同じ曜日にまとめてしまえば、授業がない日は大学に行く必要もなくなるので、こんな風に授業がある曜日、授業がない曜日と1週間トータルでメリハリのあるライフスタイルを送れるんじゃないかなと思います。実際僕がこの全休の水曜日何をしていたんだろうっていうのが全然記憶に残っていないんですが、きっと有意義に時間を過ごしていたんだと信じております。必修科目は再履修の力学も含めて計5コマ、選択科目も同じように計5コマありました。必修で面白かったのは基礎生命科学実験ですね。その中でもウシガエルの解剖をしたのは特に印象に残っています。解剖って僕自身中学高校ではやった経験がなくて、初めて生物の体の仕組みを自分でその命の重みに感謝しながら解剖して見ていくっていうのはいろいろな思いが出てきた経験ではありました。あと他にもね、新型コロナ関連で昨今話題になっている PCR の実験とかもやったりしました。選択科目は計5コマですね。認知脳科学、人間行動基礎論、社会行動論なんかは脳科学と社会行動論的なところを合わせたもので、僕自身当時はこういうことに興味があったんだなと思います。その人間のいろいろな行動をね、脳科学的な見地と経済学的な見地の両方から見ていくみたいな科目を取っていました。他にはね、フランス語とドイツ語という第三外国語の科目を2つ取っていました。2つ取った時点でもはや第3とは言えないんですけど、僕自身第2外国語を選択する時点で中国語かフランス語かドイツ語かで迷っていたんですが、第3外国語っていう科目があるのをきっかけに第2外国語で選択した中国語の他の2つもやってみようと思って、この2年生のこの時期に学んでみました。
文系とかだと結構いろんな言語を学ぶっていう人も多いみたいなんですが、理系でこれだけいろいろな言語を学ぶのは結構珍しいみたいで、かなり面白い経験になったんじゃないかなと思います。その中でもドイツ語の定期試験がかなり印象に残っています。なんか語学の試験なのに辞書とか教科書とか持ち込み可で、その場で調べながらできたので、これ本当にドイツ語を理解できたって言えるのかわからないんですけど、余裕で家を取得することができました。そして 2S2 タームはこんな感じ。必修科目がなくなりました。東大に進学選択っていう大学の成績で進学先の学部を決める制度があるんですが、それに使われる成績は1年生までの成績とこの 2S1 タームの必修科目の成績で決まります。つまりこの 2S セメスタートータルで開講されている科目は進学選択の成績には考慮されません。実際大学4年間でこの 2S セメスターが一番自分の好きなように授業を取ることができる期間だったなと思います。今1年生の皆さんはこの2年生の自由な時間を目指して今のたくさんある必修科目を頑張ってください。さあ続いて 2A セメスターです。2A セメスターで進学選択を経て内定先の学部が決まり、その学部の専門の科目が始まってくる時期でもあります。学部がね、1、2年生の前期教養学部から、僕の場合は例えば理学部で学部が変わるということで、その前期教養学部の科目を取り切ることができないと2年生からで留年することになります。他の大学だと大学4年間トータルで授業を取り切ればいいというのが普通らしいんですが、東大の場合は1年生の科目はその2年生までに単位を取り切らないとその時点で留年ということになってしまいます。逆にね、正式に学部が始まる2年生の A セメスターでいろいろな専門な科目が始まる中、やっぱり自分が選んだ科目が合わないと感じて自主的に留年する人もいました。そうすることでまた翌年の新たな進学選択で自分の本当に合った学部を選ぶことができるので、そういった人生の選択肢も東大にはあります。こちらが僕の 2A セメスターの時間割です。僕は医学部生物科学科に内定したので、そのような専門科目が入っています。オレンジで示されているのが必修の科目、黄色はその生物科学科の専門の選択科目、濃い青で示されているのは専門科目ではない選択科目、薄い青で示されているのは先ほどと同じように潜りの科目です。必修は計2コマ、これらはいわゆる生物科学の基本的な講義でした。黄色で示された専門の選択科目計8コマは選択とはいえそれほど選択肢が多くない上に、結構必要な単位数も多かったので、選択という名前ですが実質必修みたいな感覚で授業を受けていました。そのほとんどがオモニバス形式の講義で、普通に先生の授業を聞いてノートを取って、小テストなり普通のテストなりレポートなりを提出するという講義が多かったです。その中でも印象に残っているのは木曜3限の分子生物学ですね。これは The Molecular Biology of the Cell、 通称セルと呼ばれるめちゃくちゃ分厚い、もともとは英語版なんですけど原書で確か1万いくら、日本語の翻訳版だと2万円か2万5千円ぐらいするめちゃくちゃ分厚い教科書があるんですが、それを輪読といってみんなで順番に読んでいくみたいなことをやっていました。生物科学の基礎を学ぶ上でこの教科書は絶対に外せないということは先輩から聞いていたので、とりあえずこの授業を取ったんですが、授業はめちゃくちゃ負担が多くて、ほぼ毎週この授業の予習や復習に時間を取られていました。加えてその教科書がめちゃくちゃ重くて、僕は電子版を買ったのでその問題はなかったんですが、他の紙の本を買った人は重さ一体何キロあったんだろう、もう1000何ページぐらい多分あったと思うんですけど、そういった教科書を毎週なんなら予習のために毎日持ち歩いていたりして、めちゃくちゃ頭も体も鍛えられた授業だったんじゃないかなと思います。あともう一つ面白かったのは霊長類学ですね。これは霊長類、いろんな猿の話を聞くことができた授業です。最後の成績評価が動物園に行ってレポートを書くっていうものだったんですが、僕は上野動物園に行っていろいろな猿を観察してレポートを書きました。そうやって野外観察でレポートを書くっていう経験が僕自身初めてで、なんか新鮮な感じで面白かったです。
他の選択科目に関してはフランス語は S セメスターから引き続き履修していました。こうやってたくさんある生物科学系の科目の中にフランス語みたいな全然違う科目を入れることで、息抜きみたいな意味合いにもなってかなりリフレッシュできていました。こうやって自分の専門以外の科目を勉強することはリフレッシュにもなると思うので、僕的にはかなりおすすめです。東大健太チャンネル。さあいかがでしたでしょうか。2回にわたって僕の教養学部時代の時間割をご紹介してきました。好評でしたら教養学部以降、理学部や大学院の授業の時間割もご紹介していきますので、もしご興味がありましたらコメント等もお待ちしております。この動画が良かったと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。概要欄にブログ、Twitter、Facebook ページ、Instagram もありますので、そちらもよろしくお願いします。